ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。北京オリンピックが終わりましたね。お疲れ様です。オリンピック期間中4回にわたるライブ配信では皆様と気持ちの共有ができて通じ合うことができたんじゃないかなって思ってます。かなりライブ配信に来てくれた皆様、本当にありがとうございました。またライブ配信でお話しできることを楽しみにしていますね。ってことで今日は羽生結弦選手の北京オリンピックを見たレジェンドたちからのメッセージをご紹介していこうと思います。すごい。羽生選手がメダル以上の価値のある選手だと分かった北京オリンピックですが、それをレジェンドたちはどんな言葉でメッセージを送ったのか、それをみんなでかみしめていこうという内容です。ご褒美です。正直な話、このレジェンドたちの言葉を平常心で読み上げることができるのかとっても不安なんですが、頑張っていこうと思います。そして今週のファンニューライフでは2月12日にオリンピックにちなんだある場所へロケに行ったところをご紹介していきますので、ぜひ最後まで楽しんでくださいね。 OK。 こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手、フィギュアスケートに関する話題を毎回ご紹介しています。羽生結弦選手の美しいフィギュアスケートが大好きという方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。してる？チャンネル登録をすると動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期で発信しています。動画ではタイムラグのある情報も、コミュニティではタイムリーでお得な話題をお届けしています。また9月に始まったメンバーシップでは2月23日で5ヶ月目を迎えて、より濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。メンバーシップの内容に興味のある方はメンバーになるボタン、または説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。 OK。 では早速1人目のレジェンドの言葉です。松任谷由実さん。羽生選手の演技に涙がボロボロ止まらなかった。倒れても倒れても崩れない強靭な美が日本人を、人類を支えているんだと確かに思えた。メダリストたち以上に私にとって価値あるものだった。松任谷由実さんは言わずと知れた日本の代表的なシンガーソングライターで、約50年活躍し続ける北京オリンピックのエキシビジョンナンバーの原曲を歌う歌手です。羽生選手が春よ来いをエキシビジョンに選択したと分かる前の2月10日にツイートされたものでした。羽生選手がお母さんのお腹の中にいる時に聞いたというこの春よ来いの生みの親が北京オリンピックの姿に感動するこのツイートをくださったっていうのは言葉以上に感動的でした。次はマラソンで1991年世界選手権を制した往年の名ランナー谷口浩美さんからのコメントです。本当の悔しさというのは時間が経ってじわじわ来るんです。あのトラック一周分なぜ届かなかったのだろうと、その悔しさが次につながるんです。だから羽生選手もきっと今回の悔しさを次に生かすんじゃないかな。アスリートはみんな負けず嫌いなんですね。オリンピック期間中の羽生選手の心境はインタビューで存分に語ってくれてはいたけど、もしかしたら今は悔しさにもだえてるかもしれないですね。 OK。 そして次のレジェンドは元日本代表でサッカー選手の三浦知良さんです。何をもって成功、失敗とするかの尺度は人生それぞれでありもする。失敗するかもと思えば怖い。でもやっておけばよかったと後々思う人生になる方が失敗より辛いんじゃないのかな。今これをやらねば後悔する。プロになるため単身で
ブラジルに渡ることを決心した15歳の僕もそうだった。なれるわけがないと誰もが見ていたけど、学内で一番怖くて厳しい先生はこう言った。お前がブラジルに行こうと決心し行ったこと、つまり行くだけで成功なんだよ。そこに失敗も成功もない。プロになった、なれない、そんなことじゃない。挑戦したことが成功なんだ。だからダメだとしても恥ずかしがらずにすぐに帰ってこい。年を重ねた40年前の言葉を思い返すことがあるんだ。あれだけの才能に恵まれた人でも怪我や事情から断念した挑戦があったのかもしれない。挑戦とはそれができるものへの特権なんだ。だからやりたいのならやれるだけやり続ければいい。あれ以来心からそう思えるようになった。今も現役をし続ける三浦選手ならではの言葉ですね。挑戦したことが成功。そして挑戦は特権。挑戦し続ける人はとても魅力的ですね。OK。そして次にご紹介するレジェンドはエフゲニー・プルシェンコさんです。プルシェンコさんは羽生選手へ今回数回のコメントがありました。まずショートプログラムが終わった2月8日のコメントです。4度の五輪に出場したものとして言わせてほしい。羽生結弦、あなたは素晴らしいアスリートです。フィギュアスケートの世界へのあなたの献身はとても貴重だと思う。フリーは自由と自信に満ち溢れたスケートができることを祈ってます。あなたはすでに羽生結弦なのだから。そしてフリー後2月10日のコメントです。羽生結弦、あなたの残したものは私たちの心に永遠に留まります。あなたの勇気とプロ意識は無限大だ。そしてこうも言ってました。私は北京で羽生に3度目の五輪王者にすごくなってほしかった。それは実現可能でした。オリンピックの連続金メダルに一番最初に近づいたプルシェンコさんからのコメントは本当に深すぎますよね。羽生選手と同じものを渇望して命を削りながらも目指していたレジェンドだからこその言葉です。そして次は今回羽生選手と一緒に戦って金メダルを獲得したネイサン・チェンさんからのコメントです。ゆずと一緒に競技をできる時代に生きられて嬉しいなって。特にゆずは壁をぶち破ってきてますけど、彼自身がもっと超えていくと思ってます。ネイサン・チェンさんからのコメントはいつも英語で早口ですが、羽生選手についてのコメントをするとき、羽生選手に対してとても敬意を持っていることが話し方からわかります。羽生選手がトップに立つ前は、ライバル同士バチバチした戦いになっていた男子フィギュアスケート。でもいつの間にかライバルの存在を称え合う競技になったことを今かみしめています。 OK。ライバルであり親友になった最初の選手からのコメントです。世界選手権2連覇、ピョンチャンオリンピック銅メダリストハビエル・フェルナンデスさん。ゆずる、今度会ったらまずハグをするよ。コロナ禍では無理だけど、できれば強くハグをしたいよ。君のエネルギーは尽きない。歴史を築いたね。とっても優しいハビエル・フェルナンデス選手とハグし合う瞬間があったのなら、もう少し羽生選手の気持ちが癒されたのかもしれないなと思いましたね。 OK。次はソルトレイクオリンピックの金メダリストのアレクセイ・ヤグディンさんからのコメントです。彼の挑戦は歴史のためだったのだろう。私も同様に歴史のためにジャンプにチャレンジしたことがある。大怪我をする心配もあった。けど競技の歴史に踏み入るためなんだ。
羽生選手へのコメントというよりもご自身の見解のようなコメントですね。スケーターらしい考え方だなぁと思いました。金メダリストの気持ちは金メダリストにしかわからないのかもしれないですね。 OK。 そして次のレジェンドはアメリカ女子フィギュアスケートの一時代を築いたアシュリー・ワグナーさんです。スケート史における何という瞬間でしょう。ゆずが男子スケート界にもたらした功績を称賛しなければいけません。彼は4回転ジャンプへの挑戦をここまで牽引し、常に頂点であり続けたのだから。トップである羽生選手が挑戦し続ける姿勢を貫き通すことから来る他の選手への影響、競技の流れ、そういうものをもっと素晴らしいってみんな言ってもいいんじゃないか、そんなことをね、このコメントから感じましたね。 OK。 そして1998年、試合で史上初の4回転サルコーを成功させ、1999年一つのプログラムで3度の4回転を降りた最初のスケーターで、現在 Google で働くアメリカ人のティモシー・ゲーブルさんからのコメントです。あれほど危険な技に責任を持ち、本気で挑戦して、残りのプログラムをほぼノーミスで滑り切ったというのはすごいこと。彼にとっては、あれが個人的な勝利だったと思ってますし、とても高く評価しています。僕だったら100万ドルもらってもやらなかったでしょう。回ってみる勇気がなかったと思う。僕の世代のスケーターたちが冗談で4回転アクセルをやったらどうだろうという話をしたことがあり、みんなバカ言うな、そんなの現実不可能だよと言ったものでした。それほどの技にゆずは挑戦したわけです。フィギエモンはティモシー・ゲーブルさんが現役の時、なんてふわっと綺麗な軸で回転するジャンプを飛ぶ選手なんだろうと思った覚えがありました。金メダルには届かなかったけど、とても才能のある選手だなって思った瞬間を今でも覚えてます。そして世界で戦った経験のある選手が残りのプログラムをほぼノーミスで滑り切ったということに注目しているのは、言葉で言うほど生優しいものではないことが理解できますね。 OK。 そして次は羽生選手がスケートを始めた頃を目撃していて親交も深いトリノオリンピックの金メダリスト荒川静香さんからのコメントです。記録としては不本意だけども、ただ挑戦できたこともしっかり戦えたことも良かったんじゃないかな。ちょっとやりきったすっきりしたような表情は印象的でしたね。誰よりも難しいシチュエーションで挑みましたし、重圧もある中で風よけがない状態で戦わなければならない難しさというのが、羽生結弦選手は今大会は一番誰よりも難しいシチュエーションだったと思うので、その中でよく戦い抜いたなと思います。結果やっぱり挑んでよかったんじゃないかなと。3連覇をかけて戦える人って今後も多分いないし、4回転アクセルをこのオリンピックの舞台で挑戦したいっていう人もなかなか時代が変わらないといないんじゃないかなと思うので、すごいアスリートの姿を見せてくれたなと思います。 OK。 そして次はオリンピック世界選手権で金6個を含む13個のメダルを獲得した元体操選手の白井健三さんからのコメントです。オリンピックという舞台で果敢に挑戦するという強い意志、行動力に感動しました。羽生選手が何を大切にしていたのか、見ている方々に何を示したいのか、そういった点がすごく明確に伝わってくるプログラムでした。当たり前ですが、オリンピックという場で挑戦や失敗ができる資格を持っているのは、オリンピックに出場しているアスリートだけが持つ特権です。羽生選手がたった3枠という一握りの出場資格を手にして北京五輪という舞台で演技をしてくれたということが何よりの価値だと思います。今後も羽生結弦
という誰にも予想できない夢を一緒に見続けられることに期待したいと思います。ということで、感動のあるレジェンドの最後のメッセージをご紹介する前に、フィギエモン今週のファンニューライフってことで、はい、ある場所に来ています。この日はオリンピックが終わって2日後の2月12日ですね。この日にオリンピックにちなんだある場所に行きたいなっていうことで、ちょっとフィギエモンは羽 T シャツを着ながら行ってきましたよ。とっても晴れた気持ちいい日でした。なんかやっぱりね、外に来るっていうのは楽しいもんですね。オリンピック期間中ずっと部屋の中でこうテレビを見てたりしてたので、なんかね、久しぶりにワクワクする気持ちが湧いてきました。はい、この駅どこだと思いますか？フィギエモンもね、すごい久しぶりに来たんですが、こちら千駄ヶ谷駅ですね。東京です。はい。向こうに見えるのは東京体育館ですね。フィギエモンは昔ね、よく新体操を見にこの東京体育館よく来てたんですが、久しぶりに来ると、あ、こんな感じだったんだと思いながら、でもやっぱりね、こういいですよね。ここでいろんな国際大会が行われてるって感じです。ちょっと歩くっていうので、歩いてるとね、あれ見て、モスプレミアムって書いてありますよね。なんかすごいかっこいいからちょっと近づいてみました。めっちゃ美味しそうじゃないですか。こんなの見たことないんだけど。まあ食べてみたいけど、ちょっとお腹いっぱいなので入るまではなかったんですが、ちょっと偵察ってことで、お腹空いてる時に行ってみようかなと思います。こんなハンバーガーのね、飾りまで置いてありました。で、向こうに見えるのは国立競技場かな？はい。なんかね、歩くのもとっても気持ちいいような、そんな通りですよね。で、はい、ここです。フィギエモンが目指したのはこちら。どこかわかりますか？北京じゃありませんよ。はい。ここはオリンピックミュージアムです。フィギエモンプーさん似合いますね。入り口のロゴがね、すごくかっこいいですよね。やっぱりオリンピックマークっていいなってこう見てて思いました。で、建物もね、こんな感じで結構かっこいいんですよね。外から見ると本当日本って感じ。で、こんな感じのところなんですが、中はね、動画が NG っていうことだったので、ここからは静止画でご紹介しようかなって思います。こんな感じでね、そう、オリンピックにちなんだいろんなものが飾られてました。で、メダリストたちの写真ですね。羽生選手もいるのと思ったら、お、いる、右上です。そう、2枚はなかったんですが、このね、ソチのお写真、これが置いてありました。で、オリンピックミュージアムっていうのは、オリンピックにちなんだことをなんかいろいろね、ご紹介していただけるっていうような、そんな感じのところでしたね。で、これ、フィギエモンプーさんちょうど座れると思って、聖火のところに座っちゃいました。怒られないかヒヤヒヤしたけど、可愛いでしょ？そう、いろんな聖火が飾ってあって、ね。なんか時代を感じるんだけど、
すごくいいデザインだなって思いますよね。で、こういうオリンピックでこう登場したようなドレスがあったりとか、これは東京オリンピックだったかな。はい。で、こちらは札幌オリンピックのパンフレットですかね。はい。せっかくなのでツーショット撮ったり、こちらの衣装は手で触ることができましたね。で、こう見てみて、フィギュアスケートの下に羽生結弦、これね、金メダルのね、金丸なんですよ。で、こっちにもあった。なので、2枚ね、一緒に撮りました。でね、この羽生選手のポーズを3秒間すると、なんかこの映像が始まるっていうね、ゲームがあって、これが結構楽しかったです。でも羽生選手を出すのがすごく大変でした。皆さんぜひ行ったらやってみてください。で、こんなところにも写真がいたので、フィギエモンプーさんとツーショット。で、メダル。で、北京オリンピックのマスコットと、一緒に撮りましたよ。はい。ソチオリンピックとピョンチャンのマスコットと一緒にね、撮りました。そしてビンドゥンドゥン。めっちゃでかいんですよ、ここにいるビンドゥンドゥン。フィギエモンプーさんがちっちゃくて可愛いのがわかると思います。で、羽生選手が着てたこれですね。おー、羽生選手の顔が浮かぶようだよ。ねえ、持ってましたよね、これ。で、このスーツも。いやー、なんか羽生選手の顔がなくても本当に浮かぶということで、またツーショット撮りました。満足じゃ。はい。いいな、いいな。そう、これちょっと話題になってましたよね。選手たちのポラロイド写真。これ、羽生選手です。わー。羽生選手ばっかりをちょっとアップにして、ツーショットをまた撮りました。アップアップ。ね、いろんな選手、本当に探せばね、どこかにいるっていう感じで、楽しかったです。意外とね、フィギュアスケートで固まっているっていうわけではなかったですね。ばらけて飾ってありました。で、これ、伊藤みどり選手、いたからね、撮りました。で、外に出てきて、こちらですね。これも見ることができるっていうことで、ちょっと夕方になっちゃいましたけど、意外とね、楽しめる場所でした。オリンピックミュージアム。で、これが長野オリンピックの聖火台ですかね。思ったよりね、実物はちっちゃいです。びっくりです。もっと大きいものだと思いました。ね、ちっちゃいんですよ。わかるかな？はい。で、こんな感じでオリンピックミュージアムを後にしました。で、せっかくなのでね、池袋にある宮城プラザにこの日行ってきました。羽生選手の日刊スポーツのポスターが飾ってありますね。で、1階は食べ物が売られていて、2階にね、ちょっとしたスペースでこう羽生選手の応援のボードなんかが置かれていました。これですね。そう、2月12日だったので、なんだろう、ちょっと人は少なかったんですが、フィギエモンもメッセージ書いてきましたよ。皆さんの気持ちがね、すごく伝わるようなメッセージが
たくさん書かれてましたね。どっちかっていうと頑張ってねっていうようなメッセージが多かったですね。はい、この号外もね置いてあったりして今でも見ることができます。でライブの時に飲んでた柚子の肝酢、ここで買ったっていうことで池袋の宮城プラザに行けば買えます。 OK。 ではお待ちかね最後のレジェンドのコメントをご紹介していきます。羽生選手のかつてのライバルであり現在不動産事業も営むパトリック・チャンさんからのコメントです。ショートプログラムでの不運なミスがあってから彼はフリーに向けてもう失うものは何もないと感じていたのではないでしょうか。彼は2度もオリンピック金メダルを手にしてきたのだから今更銅メダルを手にすることにはあまり興味を感じなかったのだろうと思う。それよりももっと大きな目的を持ってこのスポーツの未来のために男子の次のステップは何かと考えて挑戦したのだろうと思うんです。ゆずはあれほど社会の注目を浴び続けて大丈夫なのだろうかと時々思うことがありました。でも彼はその責任を引き受けスターという存在に求められる期待に応え続けてきました。以前に比べて自信に満ち何より存在感がぐっと増したと思います。僕の経験から言うとコーチの不在はやはり大きいと思うんです。気持ちが煮詰まった時言葉を交わして今日はもう休みなさいという一言でもいいんですよ。自分以外のプロの目存在というのは必要なものです。もちろんゆずは経験豊富なベテランで自分に必要なものは分かっていたのかもしれない。でも今すぐじゃなくても例えば5年後にこの大会のことを振り返って何か一つ変えるとすれば北京前にクリケットクラブに戻って指導を受けていたならまた何か変わっていたのかもと思うこともあるかもしれないですね。彼はおそらく完璧主義者なので自分に対して厳しいと思うのですがこれまで成し遂げてきたこと長年このスポーツを牽引し続けてきたことを誇りに思って自分を褒めてあげてほしいです。彼がこの先どれぐらい競技を続けるかはわからないけど周りの期待や責任感からではなく自分の意思で今後を決めてほしい。そしてスケート以外の人生もいろいろ楽しんで少しゆっくり体を休めてほしいですという素晴らしいかつてのライバルからのメッセージでした。もしかしたら他のレジェンドよりも多く羽生選手のことを考えてきたのかもしれないなと私は思いました。羽生選手がシニアデビューから最初の目標としていたのは他でもないパトリックちゃんでした。彼を追い抜かそうとする原動力が羽生選手のステップアップに力を与えていたことは誰の目から見ても明らかでしたよね。そんなパトリックちゃんがこれだけアスリートの視点で羽生選手の心境を考える言葉にはちょっと驚きましたし感動的でした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様もいろいろな方のコメントを聞いていろいろ思うことがあるかもしれません。いろんな意見があるでしょう。でも意見を発言するという行為そのものが羽生選手に影響を受けた証拠だとフィギュアモンは思うのです。羽生結弦選手、北京オリンピックに出場してくれて本当にありがとうございました。ってことで今日はこの辺で、次回はまたしてもロケに行ったある場所をご紹介する予定です。お楽しみにしていてくださいね。フィギエモンでした。さようなら。いつも応援ありがとうございます。